どうもってるんです。本日なんですけども、先月ですね、7月の26日に Twitter と Instagram こちらの方で呼びかけを行いまして、ちょっとね、ゲリラオフ会をね、開催してたんです。YouTube では告知してなかった理由としては、YouTube でね、お誘いかけると結構な多分規模感というか、人数の方からのね、ご応募がありそうやなと思ったので、ちょっとこじんまりとしたね、ゲリラオフ会ということで、皆さんにね、お声かけをしたんですけども、その時ですね、僕が皆さんにお持ちしたというかお作りしたのが、以前動画にしたこともある毛沢東スペアリブっていうね、東京の青山のシャンウェイさんがね作られている毛沢東スペアリブっていうメニューを皆さんにお作りして持っていったんですけど、それをね約70人前作っている時に思ったんですよね。僕も食べてえって、ほんと味見程度にねちょこっと食べるぐらいしか僕できなかったので、僕もがっつり食べたいということで 2,3 年ぶりの毛沢東ですね。で、以前作った時から僕も何回かプライベートで作ってて、より効率的費用対効果とかなんていうかタイムパフォーマンスとかを考えて、より現実的なものになりましたので、こちらをね作っていこうと思います。で、あらかじめ申し上げておりますけども、今回はスペアリブじゃなくて鶏肉です。というわけで早速本日も作っていきましょう。それでは作っていきましょうか。本日なんですけども、こちらみんな大好き手羽先ですね。こちらを使っていこうかなと思います。いや、スペアリブもめっちゃ美味しいんですけど、まあなんせ高いんでね。で、なおかつ僕手羽先というか、この手羽先をこう半分にカットした手羽中ハーフカット、この手羽中の唐揚げ大好きなので、俗に言うチキチキボーンですよね。このチキチキボーンと毛沢東が合わさったらどうなるんだいっていうところで大変ワクワクしております。絶対美味しいと思う。皆さんの中にも手羽先の唐揚げが一番好きって方も多いんじゃないかな。僕もそのうちのね一人なんですけども。で、一応今回はそういった感じの趣旨でございますよというところで、まずはあれですね、毛沢東チキチキボーンの毛沢東の部分、唐揚げの上から振りかけるスパイスのところですね、そちらから作っていこうと思いますので、本日も張り切ってまいります。それで本日のスパイスたちに使っていく材料たちをせーの。こちらからフライドオニオン、スライスニンニク、鶏皮、干し網エビで、今回の分量がこちらから 500g、60g、1kg、100gで、こちらのフライドオニオン、もちろんご自分でね玉ねぎを揚げてもらってもいいんですけど、その時はこっちの薄いスライスでもいいんですけど、ちょっと他の具材たちと足並みが揃うというか食感が揃いやすいように、そんなに細かくする必要はないですけども、ちょっと細かめぐらいの粗みじん切りにして、これが薄いスライスとかだと結構ね揚げるの時間かかるのと、外側はカリッカリなんだけど中心部分はまだ白いみたいなことが結構起こるので、細かい方が失敗は少ないかなと思います。で、当然玉ねぎはいっぱい水分ね含んでますんで、こちらをキッチンペーパーでよーっとギューッと絞っていただいて、で、当然素揚げでも構わないんですけど、ここにはい小麦粉、こちらを全体に薄くまんべんなく。小麦粉が少ないと団子になるので、ちょっとたっぷりめにパラパラになるようにして打ってから、はい、こういう感じで、それから余分なお粉をざるで落とす。で、こちらを揚げてもらうとよろしいかと思います。ただまあどうしても大変なのと、この 500g ぐらいまでこのフライドオニオン作ろうと思うと結構な玉ねぎ使うんですよね。玉ねぎのね水分も飛んで重量がぐーっと下がるので、特に素揚げとかでやるとめっちゃ玉ねぎ使います。もしこちらが素揚げだとしたら多分玉ねぎ5個分ぐらい使うんじゃないかな。ですんで、こちら 250g で1000円だったかな、1000円弱。揚げる時間とかタイムイズマネーも考えたら、まあそんなに玉ねぎ揚げるのと変わらないかなと思います。もちろん Amazon でも翌日配送とかでね500g1000円とかもあったりしますんで、多分こちらを使われた方が便利かなと思います。
で、こちらのニンニクチップス、こちらは鶏ガラスープの素とかライスペーパーとか売ってある中華料理屋とかアジア料理の食材が置いてあるところ、あそこに大体こういうスライスニンニクが置いてると思います。当然生のニンニクを揚げていただいてもいいんですけど、生のニンニクもね水分いっぱい入ってるので揚がるまでに時間がかかるのと難しい。よくありがちなのが、ニンニクに色づいてきたな、さあ取り上げようかな、でももうちょっと揚げたいなと思っているうちに真っ黒焦げになるっていうのがね、ニンニクよーく起こるので、こっちのスライスニンニクを揚げてもらった方が失敗はないかなと思います。もうあらかじめニンニクの水分をね乾燥させて飛ばしてもらってるんでね、生な状態またグニュグニュの状態で揚がっちゃったっていう失敗もないので。でそれから鶏皮、谷崎流毛沢東スパイスはこの鶏皮がめっちゃ入ることが特徴だったりするんですけど、この鶏皮をねカリッカリに揚げて粉々に砕いてスパイスに加えるとすっごくいい味出すんですよ。もうなんせ鶏皮チップスに塩を打って食べるだけでもめちゃくちゃ美味しいので、その旨味が入るんでね、僕は結構使います。でそれからこの網エビ、正確には干し網エビですけども、スーパーによりけりですけどちりめんじゃことかを置いているところにこういった網エビ、エビと言いつつこれオキアミなのでプランクトンの一種なんですけどね、まあでもちっちゃなエビです。こういったものの乾燥のやつがあると思うので、これを揚げて加えてもらうと、これねちょっと食べてもらったら分かるんですけど、もうね旨味爆弾なんですよ。だからねこれがちょっと入るだけでも全然印象変わってくるので、できれば入れていただきたい。もしなければ先ほどの中華材料コーナーのこのスライスニンニクの横に干しエビが置いてあると思うので、そちらをね揚げてもらうといいかなと思います。ただあれね高いんだよね。 10g ぐらい入って2、300円するので結構高い。こういった干しエビだとね約 50g で3、400円で買えるので、断然こっちの方が美味しいしコスパもいいです。でこういう網エビ系は結構塩分きついこともあるので、必ずねどんぐらいの塩分かを食べてご確認ください。でこちらが具材たちで、こちらを揚げた後にこの辺にねスパイス群がゴロッとありますので、こちらで味付けをしていきますね。まずはこちらの具材たちを揚げていきます。じゃあまず鶏皮、こちら鶏皮、これなんか分かりやすいんですけど、皮についてるこれなんて食堂の一部だし、あとここについてるこの紫色のお豆みたいなやつ、これもリンパだし、本来鶏皮チップスとかを作るんであれば僕は弾くんですけど、もうここも特に関係なく粉々になるんですよね。最後ミキサーでブイーンと回すので、なので特に関係なくこの辺もまとめちゃって、もう特に大きさも揃えることはないので、なんとなくこのくらい一口サイズというか、とにかくちょっと細かめに刻んでから、この状態で揚げてもらうと早いかなと思います。じゃあまず網エビから。こちらの網エビはね結構少ない油で容易に揚げられるので、むしろ大きいお鍋で揚げると網ですくうのがすっごく大変なので、エビはこれでいいかなと思います。でここで使う油なんですけども、正直サラダ油っていうかキャノーラ油とかでもいいんですけど、この太白ごま油、こちらの方が油臭さが出にくくて、でなおかつコクのある油なんですよね、こちらで。なおかつ揚げた後に軽いというか、油自体がすごく美味しいので、こちらを使われるのがおすすめです。でも高いです。これ1本800円ぐらいします。だからあと他に言うとグレープシードオイルとか、あとまったりした香りがお好きな方はこの米油とかだと結構香ばしい香りもつきやすいかなと思います。でもおすすめは太白ごま油。こちらを無焙煎タイプが3、焙煎タイプを1くらいの割合で合わせて、もうほんとこのくらい、アヒージョを作ってるぐらいのひたひたぐらいで全然上がりますので、この状態からチャカメカファイヤー。でこちらの干しエビはあらかじめ網エビの水分を干してもらってるので、もう正直揚げずにそのままスパイスに加えてもらってもいい状態なので、どのくらいかな、3、4分とか4、5分とかちょっと軽く揚げていただいて、少し香ばしい色になってきたらもう OK からの、こちらをキッチンペーパーに、広げるとよりカリッカリになっていきます。で油も切れて無事カリッカリになったところで、ボウルへ。で先ほどまでエビを揚げていたこの油、これめっちゃ美味しいので、チャーハンとか卵スープとかもう何にでも化粧油として振りかけてもらうと、これすっごく美味しくなるので、これはこれで取っておくと結構ありです。ただ今回はこちらをさらに使っていきます。
まだエビの細かいかけらとか目とかね、結構残ってたりするので、目の細かい網でこしていただいて、先ほどのエビと全く同じ理由で、ここにニンニクチップス、こちらも火にかけていきます。で、これが難しいんですよね、揚げ具合がね。正直もっと油いっぱいあった方が揚げやすいです。こちらまだ油に沈んでると思うんですけど、ニンニクが上がってくると浮いてきます。でなおかつ白っぽいニンニクの見た目からもっとこう茶色っぽいきつね色、そのくらいになったら引き上げる感じですね。でこちらのニンニク揚げてる時ってちょっとこうなんかこう柔らかいふにゃっとした感じがあって、まだ揚がってないんじゃないかと思って黒焦げにしちゃうことが多々あるんですけど、こちらもう元々からカリカリなので、油から揚げてキッチンペーパーに広げてもらうとまたカリカリ感が返ってくるので、ちょっと早いかなぐらいのきつね色で揚げてもらっていいと思います。ほら浮いてきた。これが生ニンニクだと難しいんですよね、見極めがね。はい、もうこんな感じでちょっと香ばしい色になってきたらもう OK です。ではここで空気に触れさせてあげながらしっかりと油を切ってあげるともうカリッカリですね。それではここで登場、高度文明機器。こちらで文明を与えてまいります。ちょっと行ってきます。もうこんな感じでパラッパラの粉末状ですね。これをボウルにわさ。もうちょっと粗めに砕いてもらってもいいとは思うんですけど、このぐらい細かい方がニンニクって刃の隙間にネトッと挟まりません？あれがねあんまり好きじゃないって方もいらっしゃると思うんで、こうしてもらった方が刃へのくっつきもねなくなるので食べやすいかなと思います。で実際問題、こちらニンニクチップスもうそのまんまでも十分美味しいので、こちら揚げずにそのまま砕いていただければガーリックパウダーとしてそのまま使えるんですけど、これそのまんま砕くと結構ね硫化アリル系の生玉ねぎのような辛みが結構強いんですよね。ですのでそのまんまでもいいんですけど、一度揚げていただいた方が辛みが抜けてより香ばしい香りがつくと思います。これは皆さんのお好みに合わせて。ではあと揚げていくのがこちらの鶏皮だけなんですけども、さっき玉ねぎもねカットしちゃったので、ついでにこちらも揚げていきますね。で鶏皮と玉ねぎもうちょっと油が必要になるので、もうちょっと大きいお鍋をご用意いただいて、先ほどのエビとニンニクを揚げた油、これもさっき申し上げた通り化粧油としてめっちゃ美味しいので、使いたい方はこのままどうぞ。でははい油追加で、実際のところもっと少ない油でも鶏皮とか揚げられるんですけど、鶏皮結構揚げるの時間かかるんですよね。ですのでちっちゃなお鍋で何回も何回もやってると日が暮れるので、こういう大きいお鍋で1回にまとめてドッと揚げるのをおすすめします。玉ねぎも一緒ですね。で冷たい状態から加えてもらっても、あったかい状態から加えてもらってもどちらでもいいんですけど、とりあえず油の中へ鶏皮をドン。この量だったら2回でいけるかな。結構たっぷり入っているように見えて、こちら鶏皮から水分飛んで油も抜け落ちて結構ちっちゃくなるので、こんだけいっぱい入れても最終的には全然大丈夫です。で先ほどエビとかニンニクを揚げた油、あちら化粧油として使う場合はそれ取っといてねって僕が申し上げたのは、こうやって鶏皮をがっつり揚げると結構油が疲れてくるんですよね。ですのでもう特に使わないよっていう場合はそのまんまこっちに加えてもらってもいいですし、化粧油でする場合は別に取っておいてくださいね。はい、もういい感じですね。もう鶏皮からも泡があんまりこうジュクジュク出てこなくなってカリッカリになった状態ですね。じゃあ一度こちらを取り上げて、ではこちらにも分明を与えていきます。で今回鶏皮 1kg 用意しているのもそういうことなんですよね。こちら今半分の 500g を揚げた段階なんですけど、これだけしか残らないんですよね。だから鶏皮は結構いっぱい使うと思います。で鶏皮こういう風に塊ができちゃうんですけど、もうスプーンでも何でもこうやってほぐしていただけるとよろしいかと思います。はい、2回目も揚げ終わり。では最後おまけの玉ねぎですね。こ
ちら揚げるとき、特にスライスで素揚げをする場合、玉ねぎをバッと入れると一気にブク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 っとなって油がジュワーっと流れ出て大惨事になるので、油の量を下げてくださいね。傘を下げてください。めっちゃ危ないので。どうしても玉ねぎ自身の水分が多いので、どうしてもジュワーっとなっちゃうんですよね。そこだけ本当にご注意ください。マジで危ないので。じゃあいってらっしゃい。ね、もうすごいでしょ。オフ会の準備中、どうしても70人前だったので、焦って一気に作りすぎて、マジで火事になりかけました。炎こそ上がらんかったけどね、この辺バッシャーなりました。反面教師にしてください。で、今回スライスと違って、ちょっと粗めのみじん切りにしてあるので、揚げる時間結構短く済みます。これがスライスだとね、10分とか15分とか揚げなきゃいけないんですけど、結構早いです、これだと。よし、こんなもんで OK ですね。というわけで、これが1玉分なんですよ。わかります？めっちゃちっちゃくなるでしょ。だからこれを玉ねぎネット3つ分でやっても、こちら1箱に届かないんですよね。そのくらいの量しか出来上がらないんです。じゃあしっかりと油を切ったところで合体。でさらに合体。で当然これは一度空炒りしてもらってから加えてもらってもいいと思います。こっちの方がね、より香ばしさは出ると思いますんでね。でこちらをまんべんなく混ぜ合わせたら、こちらであとは味をつけるだけで、市販のこのフライドオニオンに関して言うと、もうあらかじめ塩分が決まってることも結構多いと思うので、そういう場合は一度こちらで塩味を確認してくださいね。なんせエビも結構お塩塩分入ってるし、オニオンにもね塩分入ってるので。で味見のコツは、こんなちょぴっと味見するんじゃなくて、結構がっつり味見してください。まだまだ全然いけそうですね。大さじ1以上は加えそう。ではここからはこちらのスパイスたちに味付け、それから香り付けをしてまいります。一応ご参考にしていただきやすいように重さを測っていこうかしら。うわ、すっごい。何も測ってないんですけど、こちら出来上がりで 1kg ぴったりでした。それでは今回の味付けに使っていきます材料たちをせーの。こちらからお塩、一味唐辛子、クミンシード、ウーシャンフェン、ホワジャオで、今回の分量がもうここは本当にお好みの量っていう感じになるんですけど、一応僕が今回 1kg に対して何 g 加えたかっていうのは最後にお伝えしますね。では一味、ウーシャンフェン、ホワジャオ、こちらは全部一気にクミンシードはちっちゃなお鍋に加えて、はい、から入りで、こちらから入りしますと部屋中にね、クミンの香りがプーンと漂うわけですよ。でね、この香りがね、まあなかなか取れないわけですね。ですので、なんか部屋にスーツかけてるとかだとめっちゃ香りつきますんで、ちょっと違うお部屋にそういった干したものは移動した方がいいかもしれないです。はい、そういう注意喚起を踏まえて、はい、チャカメカファイヤー。感覚的にはいりごまをいる時と同じです。めっちゃいい香りする。で今回クミンシードを使ってるんですけど、こちらね、クミンパウダーでも一応代用はできるんですけど、いりごまの香りとすりごまの香りが違うように、クミンシードとクミンパウダーちょっと香り違うんですよね。なので全く同じという風にはならないですけど、それっぽい感じにはなります。でなおかつクミンパウダーの方が全体にまんべんなく香りがつくんですけど、クミンシードの場合、クミンシードがあるところはクミンの香りがパンとくるし、そうじゃないところはオニオンの香りとかね、ガーリックの香りがしっかりと香るようなちょっとまわらになるんですよ。僕はこれが美味しいなと思うので、このシードもミルで細かくパウダーにすることなく加えます。でこれをどんだけ空入りするかなんですけど、僕はちょっと白い煙が立ってきてパチパチって音がし始めたらもういいかなって感じです。僕は全体的にちょっと香ばしい色がつくので、このくらいでいいかなって僕は思ってます。そしたらこちらをインで、それからお塩。ちなみにここに黒ごま加えてもらったりとか、あとチンピとか柚子の皮とか、そういったものを加えてもらっても美味しいし、あとそれこそテーブル胡椒を加えてもらっても美味しいです。本当は何加えてもらっても美味しいです。もう美味しさのベースは出来上がってるので。そしたらこちらを混ぜ合わせて、あとはもう思い思いにカスタマイズですね。ちなみにこれウーシャンフェン、それとかお塩とか。今のまんまでも十二分に美味しいけど、甘さとあと入った瞬間のスプリンターがちょっと欲しいので、ここで昆布茶。
昆布茶って昆布の粉末プラスお砂糖なんかも入ってるので甘さが入るんですよね。これを測ればよかった。なんか全体にうっすらまんべんなく振りかけるくらいで。よし、決まった。めっちゃ美味しくなった。一応今回加えたものがフライドオニオンとかそこら辺 1kg に対して一味唐辛子 20g、 クミンシード 50g、 ウーシャンフェンが 30g 弱、ホワジャオ 5g、 塩 15g、 昆布茶 20g ぐらいかな。そのぐらいでできました。ダメだ、僕の和の心がひねりごまを加えたいと言っている。ちょっとひねりごま。はい、というわけですりごま 20g 追加。ごまが入ったことでちょっとまろやかになりましたね。ではこれにて毛沢東スパイスのスパイス部分完成。よし、ではここからは今回のメイン食材であるこちらのチキンボーン、はい、手羽先ですね。こちらの下処理、それから味付け、そして衣付け、そこまで参ります。ではこちらの手羽先、こちらをチキチキボーンの形、つまりは手羽中ハーフカット、その形にしていきますね。じゃあまず手羽先のこの動きの起点になっているというか、くの字の頂点になっているここにね刃を入れたくなるんですけど、実際切り分かれるのはちょっと右側というかこの辺なんですよね。実際やってみると、この動きの頂点になっているこのこっちに刃を当てると、ほら骨にガツッと当たるので、それよりもちょっとこっち側ちょっと動かすとここがねポコンとへっこむので、このへっこむところに刃を当てると、はい、スパッと切り分かれます。でこの時できればね、切れ味のいい包丁の方が鶏皮をねスパッと切れるので、よりストレスフリーにいけると思います。で今この段階でこちら側が手羽端、こちら側が手羽中、こちらの手羽中ビラビラしているところを僕はこっちに向けた方がやりやすいんですけど、この皮をねグッと持ってホールドできるので、そしたら今2本骨があるうちのこことここで骨がこうつながっているので、ここをまっすぐに立つように包丁をあてがって、はいストン。これで手羽端、手羽中ハーフカット、手羽中ハーフカットで、こちらはもう唐揚げにするだけで、こちらの手羽端揚げていただいて、皆さん大好きこの皮のねカリッカリ具合を楽しんでもらってもいいんですけど、まあ食べるとこはないし時間かかるので、食べるのにお酒のあてにするんならいいですけどね。だから基本的にはスープ用ですかね。ただ今回僕は内側のビラビラっと皮が余っているところ、ここ鶏皮取れるので、この鶏皮と手羽端に分けていただいて、こちらに見えているのが以前の油そばの動画の時に作った泥なんですけど、鶏皮をねウィーンと回したやつ。僕あれから油そばを結構試作作ってまして、以前のやつはねより簡単にできるようにってところで作ったんですけど、もうちょっとね例えば返しを詰めたりとか、なんかいろいろねちょいがち油そばできないかなと思って今試行錯誤しているので、そっちの試作のための材料にしようかなと思います。ですので手羽端に関しては今回動画では出てきません。それでは今回の鶏肉の下味に使っていきます調味料たちをせーの。こちらから濃い口醤油、紹興酒、お砂糖、にんにく、ひで生姜、ごま油、一味唐辛子で、今回の分量がこちらから 600g、300g、150g、10×2×50g、15g。15g はだいたい瓶1瓶分ですね。便利な使い切りタイプ。このラインナップで漬け込んで片栗粉を打って揚げていくっていう、結構ジャパニーズスタイルの唐揚げに今回していこうと思います。これがね中華料理スタイルでいくともっとね卵を効かせるんですよね。こういった調味料で味を吸わせて、で卵を加えて、で片栗粉を打ってドロッとさせて、このドロドロっとしたのを揚げるっていうのがね結構中華スタイルなので、そっちの場合だとチキン南蛮みたいに卵ってこう火が入るとふわふわっと膨らむんで、もうちょっとねこうスフレ感、
なんていうの、ちょっとね食感がこうカリシュワシャクみたいな、ちょっとまたね片栗粉だけの衣とは違う食感になるんですけど、こっちはこっちでよりガリッガリ感というかね、なんというか馴染み深い唐揚げになります。よし、ならば砂糖、一味、はい、ニンニク、それから紹興酒で生姜で、生姜はこちらをぎゅーっと絞って、あとははいその他、じゃあとはお砂糖を溶かすようにして混ぜ合わせて、で今回すっごいいっぱいこの漬け地用意してあるんですけど、理由としてはね、先ほどちょっと出てきたスペアリブだったりとか、今冷蔵庫の中に鶏もも肉ちょっと入ってるので、また明日以降ねこの余った漬け地で唐揚げ作ろうかなと思ってます。衛生的に気になる方はこれ漬け終わった後一度煮沸殺菌してもらえればちょっと保存期間伸びるかなと思いますけども、でもニンニクの香りが飛ぶんでね、なるはやで使い切った方がいいかなとは思いますけどもね。で漬け込み時間なんですけど、そんなに漬け込まなくていいかなと思ってます。っていうのがこちらお醤油の比率結構高いので、結構あっという間にお醤油の香りついてくれると思います。でなおかつ今回の毛沢東スペアリブ全体 1kg に対してお塩 15g ってことは 1% 以上のねお塩入ってますんで、結構塩分しっかりとつけてます。なのでこちらがあまり味濃いと全体的にしょっぱくなるので、そうね1時間ぐらい、そのくらいでいいかなと思います。いや俺はもっとしっかり味がいいぜっていう方は3時間とかね6時間とかつけてくださいね。それではこちらは一度冷蔵庫で、この漬け込んでる間ちょっと暇なので、なおかつせっかくのね揚げ物なんで油をいっぱい使いますんでね、ちょっとやってみたかった揚げ物を一つ。今作っている中華の揚げ物ではなくて和の揚げ物ですね。その揚げ物の名前を翁揚げっていうんですけど、翁っていうのがかぐや姫というか竹取物語の最初に出てくる竹取の翁ありけりっていうね翁です。昔の言葉でおじいちゃんで、和食の世界で翁っていうのがこのとろろ昆布のことやったりするんですよね。これがおじいちゃんの白いおひげに見えるから。なので今回作っていくのがこのおぼろ昆布というかとろろ昆布を衣にした翁揚げです。で同じようにして、例えばこのとろろ昆布を土台にして上に具材を乗っけて蒸すのを翁蒸しっていうし、あとは焼き物になったら翁焼きってなったりしますね。ただあんまりね和食のお料理屋さんでこの翁揚げとか翁蒸しとかあんまり僕いただいたことなくて、そんなに知名度はないのかなっていう感じです。だから余計にやってみたかったんです。じゃあエビは普通に殻を剥いて、で今回のエビが一般的にスーパーで買えるバナメイエビです。じゃあ今回背わたは包丁を背から入れて、でこのまな板の上で取っちゃいますね。そしたらこの尻尾の先端は切り揃えてあげて、いつものごとくこのエビの中のこの水分、これがね揚げる時にバチバチ危ないので、そして見た目的にも綺麗に揃うので、そしたらここに片栗粉で酒を一振り、片栗粉が黒くなったらこちらを水で洗って、で余計な水分はしっかりと拭き取って、あとは綺麗に上がるようにこのお腹側に切り込み、あとは携帯を逆パカするように背中をのけぞらせるとパキパキというので、もしくはブチブチとかね、エビの身が崩れない程度にしっかりとのしてあげて、でこのお腹側の切り込みから出てくるこの黒いの、これは背わたじゃなくてね神経ですんでね、そのままで大丈夫です。でこちらの翁揚げ、いろんなプロの方々のねレシピとか拝見してたんですけど、結構この食材にそのまんまおぼろ昆布をね貼り付けてたんですけど、例えばウニとかね、今回エビはちょっとくっつきにくそうなので和食といえばの卵白でこちらで漬けていきます。じゃあまず漬け方その1、これ漬け方も何パターンかあって忘れてた。ちょっと卵白溶きますね。まずワンパターン目が
でね、巻きつけるようにしてたんですよね、こうやって。で続いてはパン粉をつけるようにしてつけてみようかな。こうふわふわっとした感じで、多分これはこの卵白しっかりと切った方がいいだろうな。こんな感じで、もうちょっと衣薄いのも欲しいな。こんなもんでね。ちょっと試しに卵白なしでね。あ、全然つくんだ。へえ、これ卵白いらないや。卵白があったらちょっとつきすぎますね、とろろ昆布がね。勉強になった。そしたら規定の時間漬け込み終わったらざるにあげて、今日はシンプルに片栗粉だけで、ここでわっさわっさ煽りたいんですけど、煽るとこの辺り真っ白になるので、片栗粉を吸わんでいいようにラップ。最後だけ振っちゃおう。こちらで全体にまんべんなくうっすらと片栗粉を打った状態なので、これで揚げるとカリッサクッとしたそういった唐揚げに仕上がると思います。でガリッガリな唐揚げがお好きな方は、この衣を打った後のこの湿気たこの衣をこの唐揚げ自体にギュッとこういう風に鎧にしてつけてあげるとガリッガリになると思います。僕は今日はそこまでじゃなくていいや。じゃああとは衣を打って揚げるだけというわけで、はい、これで毛沢東チキンバーの出来上がりです。では実食編へゴー。すいません、先走りました。付け合わせも何も作ってなかった。じゃあお鍋にお湯を沸かしてお塩どんぐらいかな、 1% から 2% くらい。結構塩分感じるな、ちょっとしょっぱいなくらいの、そのくらいのお湯を沸かしていただいて、時期のお野菜つるむらさきですね、こういった青菜系のお野菜の色を発色よく茹で上げるためと、あとちょっと下味の意味合いが入ってます。でこちらつるむらさき結構茎は太いんですけど、根元だけ太いというよりかは全体的に太いので、根元だけ茹でるというより、茹だったらもうそのまんまっぽい。であとは茎が柔らかくなるまで。茹で加減は太さによっても違いますけど、茎のところをこう爪でグッとやってみて、あ、刺さるなというか、食べられそうだなと思ったらもう OK です。なんなら一度かじってもらってもいいかもしれませんね。で僕は今こちらつるむらさきでやってますけど、同じように小松菜とかチンゲン菜とか、だからこれっぽいお野菜なら何でもできると思います。じゃあ下茹でが終わったら氷水にとって、つるむらさきはね結構アクがありますんでね、しっかり下茹でしてくださいね。じゃああとは巻きすにとって葉の部分を潰さんごと優しめに、でもしっかりと、はい、水分絞って、で薄口醤油で醤油洗いまで終わらせたら、ちょっと端切り揃えて、はい、この状態でスタンバイ。でこのつるむらさき、ネットとかを拝見するとよく言われるのが、茹で時間片面30秒裏面30秒計1分とかってね、よく記載されてたりするんですけど、それもそれで美味しいし、こんな風にちょっと長めに湯がいて、もうほんとほうれん草みたいな柔らかい食感にしても美味しいので、皆さんのお好きな時間ね茹でられてください。では今回はもうささっと即席でお湯を沸かして鶏ガラスープ、醤油洗いしたつるむらさきの塩分があるので、結構こちら控えめで大丈夫です、塩分。そしたらここに紹興酒をトポトポトポ、ちょっと贅沢に使っちゃおう。あとはここに水溶き片栗粉でとろみつけ、あとはここに長ネギ、
やば、こんなにいっぱいいらなかったかも。でももったいないから全部入れちゃえ。じゃあもうあとは火を止めて、余熱でじんわりネギに香りを入れつつ、そしたらこちらのあんも人肌まで冷めましたので、はい、ダバー。仕上げにごま油一回し。これでつるむらさきの中華風おひたし完成。でこちら白ネギと一緒にね、多分生姜のみじん切りとか加えてもすっごく美味しいと思います。というわけで無事に完成するまであともう少し。今回はね、揚げ物ですんでね、恐縮ながらカウンターキッチンでちょっとこの画角ね見づらいんですけどね。でもどうしても卓上コンロだと向こうの部屋換気扇がないのできつい。よし、それでは早速仕上げというか揚げてまいりましょうか。今回の油は太白ごま油です。無焙煎3に対して焙煎タイプが1で、本来手羽先って骨付き肉で上がりにくかったりするので、ちょっとね低めの温度帯から揚げたりするんですけど、もう今回半分に割ってあるのですぐ上がります。あんまりじっくり揚げてパサパサになるのも嫌なので、ちょっと高めの180度、このくらいの温度でもう4分とかもう短時間でパパッと揚げてしまいます。で前回の動画やったかな、僕手袋してる理由なんですけど、いっつもねこの油を揚げるとき、特に食材を中にチャポンと落とすときに僕ようやけどするんですよ、手を。もうやけどの数はもう数知れずなので、最近はこの手袋を二重にしてはめてます。よし、では揚げていきましょう。衣が剥がれるので最初はあまりいじらず、周りが固まってきたら剥がして、で有名な話ですけども、こうやって空気に触れさせながら揚げるとカリッと揚がりますよと。じゃあ最初はもうそのままで。いただきます。うまい。そう、さっきのゴム手袋あれつながりで、僕一度肝臓を壊してるんですけど、その肝臓を壊したのにノンアルコールビールとはいえバカバカ飲みすぎやっていうねコメントもいただいたんですよ。僕の体調をね気遣ってね。でも毎日じゃないですからね、もちろんね。なおかつそれ言い出しちゃったら僕コーラも飲めないし、なんかジュース飲めないし、ずっとお水になっちゃうのでね、楽しみたい時は楽しみたい。で僕一応もうアルコールは飲んでも大丈夫よっていう風に言われてるんですよ、数値的にもね。ただ僕一度アルコールに依存してる過去があるので、また依存するのが怖くてあんま飲んでないだけです。じゃあこちらの骨の細い側の皮がピョンと出てる方と、こっちの骨が太い側、皆さんどちらがお好きです？僕はねこっち。いや、うまいんだこれが。もう言わずもがなの唐揚げの味。ただつけてる時間が短いので、ちょっとふわっと香る程度のお醤油。なんだったらちょっと塩コショウを振りたいなくらいの塩加減です。で僕の唐揚げは僕の大好きな福岡大学の近くにある大和屋さんっていうねご飯屋さんがあるんですけど、そちらの唐揚げの漬けだれをちょっとイメージしてるんですよ。なので唐辛子をたっぷり使います。そのおかげで唐辛子の香りがねちょっと鼻からスッと抜けるんですよ。これが美味しいんですよね、このタレは。もう唐辛子がお好きな方はもっともっと入れていいかもしれない。で続いてかぼすを絞って、はい、最高です。すだちも美味しいですけど、この甘みのあるねかぼすもまた美味しいですよね。で箸休めのつるむらさき。ちょっと食べ方汚かったですけどね、つるむらさき独特のこのぬるっと感で、モロヘイヤあそこまではいかないけど、ちょっとこう表面がぬるつるんとしたこの食感、ほんと夏の美味しい葉物野菜って感じ。
じゃあ僕は一旦ここで早送り。よっしゃ次。よいしょ。はい、これで完成。毛沢東チキチキボーン。いや、毛沢東チキンバーって感じかな。でも見るからにもカリッカリそうなここを最高ですね。うまいわ。あ、でも結構辛いわ。もうね、ニンニクバーンくるでしょ。で、それからクミンくるでしょ。で、この香りはかなりね、エビが強いんですよね。だからもういろんな香りが鼻から抜けていく。で、今回クミンパウダーでなくてクミンシードを使ってるんで、この中につぶつぶと入っているシード、あれをパチンと潰すと一気にお口の中がカレーライス。カレーライスというかスパイスのいい香り。んで、ただ辛くてスパイシーなだけじゃなくて、ウーシャンフェンはかなり入れてるので、ウーシャンフェンの香りの中心にあるのはスターアニス、八角、甘い香りが鼻から抜けるし、あとちょっとお砂糖を加えてるんで少し角が取れた印象ですね。めちゃくちゃ美味しい。もう本当に辛いのがお好きな方、カラカラウオーとかね、ああいった激辛がお好きな方は一味唐辛子をもっと加えてもいいかもしれない。僕はこのぐらいが限界かな。そんなに辛いもの得意じゃないので。ほんと酒泥棒だわ。マジ酒が進む。ただこれはあれですね、お弁当の中に入れちゃうとすんごい香り強いので、多分お弁当の中身全部この香りになると思います。翌日誰にも合わないよっていう時には最高の酒のあてですね。それではちょっと僕は舌鼓を打ちたいので、ちょっとここらで早送り。辛い。やば、汗が止まんないね。間違いないわ。多分僕このチャンネル史上一番汗かいてるわ。辛っ。もうほんと辛いのが苦手な方は作るときご注意くださいね。なんなら一味唐辛子入れなくてもいいかもしれない。よし、じゃあちょっとお口直ししましょうか。じゃあはい、沖縄揚げ。では今回エビの沖縄揚げだけだとさすがにちょっと物寂しいので、もう夏なんでね、時期を迎えるかぼちゃはね、秋のイメージがありますけど、収穫自体はね8月ぐらいから始まってきて、でこのまま貯蔵して中で糖分をたっぷりとこう増やして秋とかにね出荷したりするんですけど、なんていうかこういったバターナッツかぼちゃとかね、こういったかぼちゃが出てくると夏だなって感じしてきますよね。じゃあ見た目が可愛いので、こっちの種がギチッと入っている方のこちらを使っていきます。で、何度も登場しているバターナッツかぼちゃですけども、こちら皮薄いので特に気にすることなく使ってください。剥いてもいいと思いますけど、すごいな、めちゃくちゃジューシー。でこちら種は掃除して、あとは食べやすいサイズ感にスライス。でこのバターナッツかぼちゃはもう素揚げで。で僕最近小賢しいことを覚えたんですよ。こういうお魚の揚げ物の時に一緒にさつま揚げを揚げる。
ちょっといいところの和食屋さんに行くとよくね、自家製のさつま揚げを作られてるお店があるんですよね。でその自家製さつま揚げを一緒にこう盛り付けるっていうのがね、結構多いんです。まあ多いというか結構あるんです、そういうことが。なのでさつま揚げを1個横にポンと添えるとなんかお店っぽくなりますよ。小賢しいでしょ。で沖縄揚げ結構全体にびっしりつけていいなの方がなんか綺麗かも。こちらが巻いた方ですね。でこちらが巻かなかった方。どちらにしろ結構いっぱいつけていいかも。まあ、食べてみらんことには分かりませんが。味付けは塩。はい、完成。よっしゃ、食べていこう。沖縄揚げ初めて自分で作ったし、で初めて見るんですけど、ちょっと渋いっすね。なんというかいぶし銀な感じ。見た目的に綺麗かって言われたら綺麗ではないかな。でこちらどういう食感なんだろうか。あ、これ面白いわ。まず食感がパリパリとかカリカリとかっていうのはないんですよ。微妙にシャリシャリぐらいのものはあるんですけど、もうほとんどエビの弾力ぐらいですね、食感は。ただ噛んでいくとだんだんと自分の唾液でこのとろろ昆布が戻って口の中にネトっとなってくるんですよ。ネトーっとはなってくるんだけども、多分油で揚げてるからでしょうね。もう香りがほとんど飛んでて、多分昆布の旨味的なものはベロにネトーっと広がってるんでしょうけど、あんまり香りの印象がなくて、この食感の変化が面白い。なのでこんだけ食感的にも香り的にもそんなに強くない揚げ方なので、こちらが卵白をくぐらせず、もうエビの持ってる水分だけでくっつけた薄衣の方の沖縄揚げ。こっちだともうほとんど素揚げに近いですね、エビのね。これはこれで食材の邪魔をしないって言ったらそうですけど、せっかくの沖縄揚げなら結構しっかりと衣つけてもいいかもしれないですね。バターナッツかぼちゃ甘い。もうこの粉質のねっとりとろっていうよりもちょっと粘質系のね、このなんていうの、モイスティーな感じね。もうこれからかぼちゃの時期が始まるから、もう今のうちから楽しみですもんね。天ぷらの時期がやってまいりました。さつま揚げは言わずもがなで美味しい。じゃあかぼす絞ってお塩。かぼすを絞るとかぼすの水分でとろろ昆布が戻ってよりねっとり感が顕著に出ますね。やっぱとろろ昆布はたっぷりが美味しいな。だから巻くの結構おすすめです。でさっきまでの辛い唐揚げを食べた後に食べると和食っていいなって思いますね。ほっこりするわ。よし、じゃあ次ラストにしようかな。ほい。でさっきはこの中でこうあえたんですけど、あえると僕には辛すぎるなってのが分かったので、はい、上から振りかけるのみでいいや。僕はこのぐらいがちょうどいいわ。ちゃんとこの下味に使ってるお醤油の香りまで分かる。でもこんだけスパイスかかってるとさすがにかぼすの香りは負けますね。心なしか酸味まで感じなくなっちゃった。
ではあと残りはこんだけということで、はい、本日もシャーラススパンドごちそうさまでした。いやーうまかったね。そもそもが手羽中ハーフカットの唐揚げが好きなのに、それをさらに魔改造するっていうね、今回そういった回でしたけども、うまかったね。ものすごくご飯をかき込みたくなる味というよりかは、どちらかというとビールによく合うなっていう感じの味でしたね。だから今回の7月26日のゲリラオフ会の時にこれのスペアリブバージョンを持っていきましたけど、個人的には料理のチョイスとしては間違ってなかったかなって今自分で食べてそう思いました。で、今回のこの毛沢東スパイス、いろんなものにかけてみたんですけど、大体揚げ物は全部合うなっていうのと、あとね、ご飯にかけてもらって、あとお醤油一回しカラッと回すだけでも美味しいですし、あとはラーメンですね。これラーメンの麺がある状態でかけると、僕の感覚は麺の小麦の香りとかが全然わかんなくなっちゃうので、麺にはあまり合わないんですよ。ただラーメンを食べ終わった後のスープにご飯を入れるラーメンおじや、その時にパラッと一かけしてもらうとめっちゃ美味しかったです。どうしてもラーメンおじやってね、食感がもうご飯しかないですけど、これが入るとね、サクサクっとこのクリスピーなね食感が入りますんでね、個人的にはおすすめですっていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。